白イルカのおでこプルプルだったな。いろんな動物を見てたら、なんだかお腹が空いてきちゃった。そうですね。そろそろお昼にしましょうか。やったやった、お昼ご飯だ。お魚さんたちもご飯の時間だね。ってあれ？なんだろうあのまん丸なの？なんだか動いてる。よく見たら顔がついてる？ご飯を食べてたんだね。その生き物はワモンアザラシです。小柄で丸い体が特徴的な可愛い子ですね。すごいまん丸だ。なんだかおまんじゅうみたいで可愛い。館長、あの子のこともっと教えて。あら、お昼ご飯はいいんですか？いいの。あのまん丸な子がご飯食べてるとこも見てみたい。わかりました。疲れないように座ってお話ししましょうね。わーい、またお話聞けるぞ。お昼ご飯買ってもらっちゃった。ありがとう館長。ぜひ、食べながらゆっくり聞いてくださいね。はーい。もぐもぐ。さて、このおまんじゅうのようなまん丸な子は、ワモンアザラシという生き物です。ワモンアザラシは、イヌアモクアザラシかゴマフアザラシ属の哺乳類です。イヌアモクってことは、アザラシって犬の仲間なの？ワモンアザラシを含むアザラシ類は、アンフィキオンという犬とクマの中間のような生き物が海に進出した姿だとされています。アンフィキオンが海ではアザラシ、陸ではクマに進化したという説が有力ですね。へえ、そうなんだ。アザラシとクマって似てる生き物なんだね。見た目も習性も全く違いますからね。これも進化の不思議ですね。体長は 1.4 から 1.5 メートル、体重は50から70キログラムほどであり、アザラシの中では最も小型な種です。ちなみに、アザラシの中で最大なのはミナミゾウアザラシという種であり、最大体長 6.5 メートル、体重5トンにもなります。同じアザラシでもこんなに違うんだね。並べてみるとワモンアザラシはちっちゃいな。名前にあるワモンは漢字ではワモンと書き、その名前の通り背中には黒や灰褐色の丸い模様があります。アザラシの中では有名なゴマフアザラシのゴマフもゴマフ、つまり体にあるゴマのような模様を表しているんですよ。へえ、体の模様で名前がついてるんだね。生息地は主に、北極海やオホーツク海などの北半球北部の寒い地域です。日本でも北海道近海に生息しており、世界のとても広い地域でその姿が見られます。アザラシって日本にもいるんだね。知らなかったよ。個体数は世界全体で600から700万頭程度であると考えられており、アザラシの中では2番目に個体数が多いです。また、氷の多い海を好み、丈夫な爪で氷に空気穴を開けることで氷の下の海を自由に泳ぎ回っています。餌を取っていない時は、大きな氷の上で休んでいることも多いようですね。いろんなとこにいっぱいいるんだね。みんなさっきの子みたいにまん丸なのかな。なぜワモンアザラシが、おまんじゅうのようにまん丸な見た目になるのかわかりますか？ご飯をいっぱい食べてるからとかじゃないの？もちろんそれもあるかもしれませんね。そもそも、アザラシ種の体脂肪率は約50%ほどととても高いです。寒い地域では常に餌にありつけるとは限らないので、脂肪という形で体の中にエネルギーを蓄えています。その中でもワモンアザラシは寒い地域に生息しているので、その厳しい寒さに耐えるため特に脂肪率が高いのです。これ白イルカの時にも聞いたやつだ。50% って体の半分はお肉なんだね。柔らかそう。実は、体表は分厚い毛皮で覆われているので、体の触り心地は硬いんですよ。へえ、そうなんだ。触ってみたいな。その上はモンアザラシは、首元にある太い血管を冷やさないように首を体の中に引っ込めています。またアザラシには耳たぶがなく、代わりに耳元に小さな穴が開いていてそこから音を聞いています。首を引っ込める行為は、水中でここに水が入り込まないようにするためでもあります。高い体脂肪率とこの首を引っ込める動作が、あのまん丸な見た目を生み出しているのです。そっか、寒いと私たちも縮こまっちゃうもんね。アザラシも私たちと同じだ。寒い日にこたつに入るようなものなのかもしれませんね。主な天敵は北極熊や北極狐、シャチ、セイウチなどです。幼い頃は北極狐に多く狙われ、生まれた中の6割近くは捕食されてしまいます。そして生体になってからも、アザラシを主食としている北極熊によって襲われ捕食されてしまいます。北極熊が食べているものの約9割はアザラシですからね。
そんなに食べられちゃうんだね。そしてこのワモンアザラシは、オキアミや小型の魚類、甲殻類などを捕食しています。獲物を探しに冷たい海に潜り、最大45分間も潜り続けることができるんですよ。よく食べられちゃうけどいっぱいご飯を探せるんだね。すごいけど大変そうだな。ふふ。これも、自然界のわかりやすい食物連鎖の形ですね。あれ、そういえば、セイウチってアザラシの仲間なんだと思ってたけど食べられちゃうんだね。ラッコとかアシカもちょっぴり似てるよね。みんなアザラシとは何が違うの？ふふ、いいところに気がつきましたね。まずこれらの4種は、先ほど話したアンフィキオンが共通の祖先であるとされています。そこから海に進出していく中で、手足を水に適応させヒレのように進化させた生き物たちが現れました。それがアザラシ、セイウチ、アシカの3種です。これらはその手足の特徴から、飛脚類と呼ばれます。確かに、よく見るとその3匹は手足がヒレになってるね。その中でもセイウチは牙、アシカは前足、そしてアザラシは後ろ足が発達しています。多様に進化した結果であると言えますね。アザラシが一番海に適応し長時間泳ぐことができますが、代わりに陸では前足で歩くことができません。前足で起き上がることができないため、全身を使って這うように進むんですよ。へえ、みんな違った進化をしてきたんだね。一方ラッコはこの3種とは異なり、手足をそのまま残したまま水辺に適応しています。アンフィキオンが陸地で進化していく中で、小型化を果たした生き物が現れました。それが、イタチ、です。そしてそのイタチが海に適応した姿こそが、ラッコなのです。ラッコはイタチの仲間であるため泳ぎはあまり得意ではなく、主に海岸に近い地域で生活していますね。なるほど、ラッコはちょっと違った進化をしてきたんだね。面白いな。これらの生き物をよく見てみると、進化の流れと多様性がわかりますね。とても面白いです。ワモンアザラシは、海に適応した中でも小型化することで数を増やした生き物。といったところですかね。そっか、ちっちゃいとご飯も少なくていいもんね。生き物がみんな違うのには意味があるんだね。ふふ、似たように見えていても、それぞれ環境に合わせた進化を遂げているのですね。と、ここまでがワモンアザラシについての解説です。特徴と生態が分かったところで、水族館で飼育されている個体についても少し見ていきましょう。はい、どんな可愛い子がいるのかな。ワモンアザラシで有名な水族館といえば、大阪府大阪市にある海遊館です。ここでは現在4頭が飼育されています。まずはメスの、ユキ。推定年齢は13歳です。この子は、丸すぎるアザラシ、として SNS を通じて一躍有名になりました。丸すぎるアザラシって、呼ばれ方が可愛すぎるよ。その想像以上の丸さから、漬物石、おまんじゅう、などとよく呼ばれています。愛くるしい見た目がとても可愛いですね。私が思ってたよりもまん丸だったよ。いいなぁ可愛いなぁ。また、体の模様の一つがハートマークのようになっています。これも可愛らしいポイントですね。お次はあられ。推定16から17歳のメスです。この子は天使のような可愛らしい笑顔が特徴的です。見ていて癒されますね。すごい、ニッコニコだね。アザラシってこんな顔もするんだ。海遊館では展示スペースの頭上に透明なガラスが設置してあり、そこに寝転がり微笑むあられを見ることができますよ。こんなにニコニコしてるところを見てたら、なんだか力が抜けちゃいそうだね。さて、次はモヤ。推定13から14歳であり、唯一の生体のオスの個体です。オスのアザラシもいるんだね。他の子たちよりももっと大きいのかな。体格などについて詳しいことはわかりませんでしたが、なんと ASMR 動画が公式チャンネルから出されていました。他の子たちは餌を丸飲みして食べるのですが、モヤだけは一度噛みついてから食べるようです。その音が聞いていて気持ちいいということで、動画として出されているようです。概要欄に貼っておきますね。聞いてきたよ。バリバリお魚さん食べてて可愛かった。ふふ、気持ちのいい食べっぷりでしたね。そして、これから紹介する最後の一頭の父親でもあります。お父さん、ってことは。さあ、最後の一頭はみぞれ。なんとこの子は、昨年1月に生まれたばかりの赤ちゃんアザラシです。あ、アザラシの赤ちゃん、可愛すぎる。ってあれ、アザラシの赤ちゃんって白い色なの？
他の子たちはみんな黒っぽかったよね？実はアザラシは、生まれたばかりの頃はふさふさの白い毛が生えているんです。アザラシは自然界では通常氷の上で出産を行うので、身を隠す保護色のため白い毛が生えているのですね。へえ、そうなんだ。真っ白なのも可愛い。その見た目から、世界一可愛い白いエビフライ、などとも呼ばれていましたね。確かに、言われてみたらエビフライみたいにも見える。ミゾレは生まれてすぐに体温が低下してしまい、緊急の対応として前例のほとんどない人工保育によって育てられました。今ではすっかり毛も生え変わりましたね。苦難を乗り越え元気に育つその姿は、見ているとつい涙腺が緩んでしまいますね。危ないところだったんだね。元気に育ってくれて本当に良かったよ。飼育員さんが記したブログがホームページに載っています。ぜひ目を通してみてください。他にも、雪とあられのぬいぐるみや、アザラシたちの写真集も発売されていますので気になる方はぜひ。ゆきちゃんはぬいぐるみもまん丸だ。欲しい。ちなみに色々と紹介していますが、案件などではありませんよ。勝手に紹介しているだけなので内心ヒヤヒヤしています。不都合があれば修正しますので、関係者の方は連絡をお願いいたします。さて、以上が海遊館で飼育されている4頭になります。それぞれに個性があって面白かったですね。とっても面白かった。ワモンアザラシってみんな可愛いんだね。自然界で生き抜くための、生き物の工夫と進化が伝わってくる生き物でした。私も話していて楽しかったです。とっても面白かったよ。ありがとう館長。この水族館にいる子もまん丸だね。美味しそうにご飯食べてるの可愛いな。なんだか見てたらまたお腹が空いてきちゃったよ。あらあら。またお昼ご飯を食べに行きましょうね。わーいやったー。次は何を食べよっかな。あまり食べすぎると、アザラシのようにまん丸な体になってしまいますよ。私もまん丸になっちゃうかな？でもお腹空いたなー。冗談ですよ。好きなものを食べていいですからね。やったー、アザラシに負けないくらい食べるぞー。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。ちゃんと館長もお昼ご飯食べなきゃダメだよ。もちろん。食事は生命の源ですからね。